生命の楽器フェア。魔法の森は四季折々の花々が咲き乱れ、木々の間からは柔らかな光が差し込んでいました。春には森全体が桜の花びらで覆われ、風が吹くたびに花びらが舞い散ります。夏には夜空に星のように輝く蛍が飛び交い、森全体が幻想的な光に包まれます。古代の秘密が眠るこの森の中心には、古びた動物病院がありました。動物病院の周りには、光る蝶や話す花々、夜になると星のように輝く木々など、さまざまな魔法生物が住んでいました。病院のスタッフも個性豊かで、魔法薬を作るカイリンや動物と心を通わせるユイナーなどがいました。カイリンは森の奥深くで見つけた珍しい植物を使って魔法薬を作ることに長けていました。彼女の薬は傷ついた動物たちを癒すだけでなく、時には奇跡を起こすこともありました。ユイナーは動物たちと心を通わせる能力を持ち、彼らの気持ちを理解し、安心させることができました。彼女の優しい声と温かい笑顔は、動物たちにとって大きな癒しとなっていました。ある日、瀕死の小さな生き物が運び込まれました。その生き物は小さな狐のような姿をしており、毛は白く、目は深い青色でした。痩せ細った体は、今にも死にそうな弱いものでした。その動物の名は誰も知りませんでした。呼吸も止まろうとしていました。動物病院の魔法看護師や獣医師たちは、その生き物を何とか蘇生させようと最善を尽くしました。しかし、どんな治療もうまくいきません。魔法看護師のしおりは、その小さな生き物を見つめ、胸が締め付けられるような思いを感じました。なんとかこの子を救わなければ、と心に誓い、魔法の楽器フェアを手に取ることにしました。フェアは古代の木で作られた美しい吹奏楽器で、その表面には神秘的な模様が刻まれていました。しおりはフェアを手に取り、その古代の木製のボディを撫でました。楽器は温かく、生命力を感じるような食感でした。彼女は目を閉じ、心を静め、楽器に魔法のエネルギーを集めました。しかし、その時、彼女の心には不安もよぎりました。本当にこれで救えるのかと。彼女は深呼吸をし、過去に成功した経験を思い出し、自分を奮い立たせました。しおりがフェアを手に取る前に、獣医師のヤバはしおりの肩に手を置き、優しく微笑みました。しおり、大丈夫だよ。君ならできるってみんな信じてるから。しおりはその言葉に勇気をもらい、フェアをしっかりと握りしめました。ありがとう、ヤバ。あなたの支えがあるから私は頑張れる。しおりは古代の呪文を唱え始めました。呪文の言葉は風に乗って森全体に広がり、木々がざわめき始めました。フェアの音色が響くと、魔法のエネルギーが生き物の体に浸透し、細胞一つ一つが光り輝きました。しおりは手が震え、心臓の鼓動が速くなるのを感じました。彼女は深呼吸をし、フェアの温かい木の感触に集中しました。どうかこの子を救ってください、と心の中で祈りながら、彼女の目には涙が浮かんでいました。そして、しおりは楽器を口に当て、
美しいメロディーを奏で始めました。音色はまるで森全体が共鳴しているかのように響き渡りました。鳥のさえずりと風のささやきを組み合わせたようなまろやかな音色は聞く者を魅了しました。森の中に響き渡る音はまるで自然そのものが歌っているかのようでした。しおりはフェアを奏でながら心の中で祈り続けました。どうかこの子を救ってくださいと。彼女の目には涙が浮かび、その涙がフェアの表面に落ちると楽器が一層輝きを増しました。生き物の体が光を放ち、さらに震え、もっと強い光を放ちました。楽器の音が生き物の細胞に浸透し、魔法の力が小さな生き物を徐々に回復させていきました。その時、生き物の体がゆっくりと動き始め、目が開いたのです。楽器の音が生き物の体に響き渡り、まるで魔法の力が生き返らせているかのようでした。誰もが唖然とし、同時に理解を超えた魔法の奇跡の力をしみじみと実感しました。生き物は徐々に力を取り戻し、毛はふっくらとし、目は輝き、食欲も増しました。しおりは感動の涙を流しました。その後、生き物は元気を取り戻し、名前をケイトと名付けられました。ケイトが回復した後、動物病院に訪れる他の動物たちも次々と元気を取り戻しました。しおりの行動が他のスタッフにも希望を与え、病院全体が活気づきました。ケイトと名付けられたその生き物は、魔法の森で後日重要な役割をするのです。みんなはフェアの音色が森の中に響き渡るのを聞きました。その音色は今も多くの人々や動物たちに希望と癒しをもたらしています。みんなはフェアの音色がもたらす奇跡に感動しました。動物病院には今もフェアが飾られています。